皆さんこんにちは、彩香セロシアです。今日は赤ちゃんの人生を成功に導く方法というテーマでお話ししていきます。その方法とはズバリ、本を読むことです。これは実際に科学的に証明済みの理論です。どうせ読んでもわからないだろうからと言って先延ばしにしているあなた、超損をしています。今日はその理由と実際に本を読む方法についてお話ししていきます。それでは行ってみましょう。ちょっとここから台本を読みますね。1985年に米国教育省の読書委員会は1万件の調査結果をもとに、後世の成功を得るために必要な知識を構築する最良の手段は読書であると結論付けました。ちなみに成功って何でしょうか？それは幸せな大人になることです。この科学的な説明というのがこうです。生まれたばかりの赤ちゃんの脳には1000億の神経細胞が含まれています。これは天の川にある星の数と同じぐらいの量です。赤ちゃんが5歳になるまでに神経シナプスと呼ばれる何兆もの脳細胞結合が活発に起こり、人間は学習していくものです。しかし刺激によって結びついてないシナプスは子供が小学校に上がる5歳から6歳の年齢を境にどんどん死滅していきます。つまり5歳になる前になるべく神経細胞を接続させてあげることが天の川の星の数ほどある神経細胞を最大限に活用する手段なのです。5、6歳といえばその頃から小学校に上がって今から勉強するスタート地点と思われますよね。でも脳科学的にはそれ以前の脳の下準備がその後の人生を大きく左右すると言っても過言ではないのです。しかも親にとってもメリットばかりの読み聞かせ習慣。一番最大のメリットは無料で行えるということです。日本にはだいたいどの地域に行っても優れた図書館があります。これを利用すれば無料で読み聞かせをすることができます。絵本読み聞かせ習慣の2つ目のメリットは、親も楽しく無理なく子供と触れ合うことができるということです。赤ちゃんと過ごす時間って気づいたらテレビに気を取られたりスマホを触っていたり、どうしても手持ち無沙汰になってしまうことがあると思うんですが、そんな時に近くに絵本があればそれを手に取って一緒に眺めることで子供も親も充実した時間を過ごすことができます。絵本は厳選された言葉と絵が織りなすアート作品です。1日5分だけでもいいので、そのようなアートに触れることで子供だけではなく親の心にもじわじわ効いてきますよ。さて、ここからいよいよ実践編に入ります。赤ちゃんにどうやって本を読むか。まずは目的をはっきりさせましょう。この年代に絵本を読み聞かせる目的は、全てのものに名前があるということを学んでもらうためです。そしてその名前もたくさん覚えてもらいましょう。ステップ1、図書館で本を借りる。なるべくボードブックを選びましょう。3ヶ月までの赤ちゃんは視力が発達段階にあるので、白と黒の本を選ぶと赤ちゃんの目にクリアに見えると言われています。それ以降はカラフルで大きな絵が描かれているものを選んであげましょう。ステップ2、本の除菌をする。赤ちゃんが手で触ったり口に入れたりしてしまう時もあります。なので除菌は怠らないようにしましょう。私の場合は絵本を借りてきてから3日は車のトランクに入れておきます。そうすることで菌が死滅してくれます。そして天日干しをして1日待ちます。ステップ3、赤ちゃんに選んでもらう。借りてきた本からお母さんが2冊選んであげてください。そしてその2冊を赤ちゃんの目の前に出して、今日本読もうね、どっちの本がいい？ときちんと言葉に出して聞いてみましょう。よーく観察していると赤ちゃんはどちらかの方により強い関心を示すはずです。目でじーっと見つめたり手を伸ばしてその絵本を掴もうとします。
そしたらこっちの本がいいんだね、じゃあこれを読もうねというふうに必ず声をかけてあげましょう。Step 4、いよいよ読んでみよう。いよいよ本を読みます。赤ちゃんを膝に乗せる。今から本を読むよ、お膝に座ろうねと声をかけます。文章は読んでも読まなくてもどちらでもいいです。これだけは守った方がいいことは、名詞の前は一息置いてください。例えば、見て、この青いのはボールという感じで、ボールの前に一息置きます。そうすることで赤ちゃんの頭の中にボールという言葉が残りやすくなります。英語でも同じです。 Look, this is a ball と一息置きましょう。そしてどんどん読み進めていくときに赤ちゃんのリアクションに注意を向けましょう。もし赤ちゃんが一緒に喋ってくれていたら、必ずうんうん聞こえてるよ、上手に言えてるねとリアクションをしてあげましょう。Step 5、オキシトシンを感じよう。体を密着させる。これは意外なことに一番大事です。体を密着させることで赤ちゃんは読んでいる人の体のぬくもりや体温を感じます。この肌から伝わる感覚というのは赤ちゃんの脳にオキシトシンを分泌させてくれます。オキシトシンというのは幸せホルモンとも呼ばれています。このオキシトシンは脳や心のストレスの減少、学習意欲と記憶力の向上、免疫力の向上など様々な身体的ベネフィットがあります。もちろん赤ちゃんだけではなく親の脳にもオキシトシンが分泌されます。この時間が2人の絆づくりと基礎免疫づくり、心と体に効いてきます。コツは毎日同じ時間帯にやることです。赤ちゃんが目覚めたばかりの時間が集中力が増して一番いいと言われていますが、赤ちゃんが機嫌がいい時、いつでも本を読んでみましょう。そのためには家のあらゆるところに本を置くことをお勧めします。食卓のテーブルとかおむつ替えテーブルの近く、様々なところに本を置きましょう。以上が赤ちゃんへの読み聞かせの方法です。このチャンネルでは絵本と子育てについてのあれこれを発信しています。もし今日の動画が少しでもお役に立てたら、高評価やコメントぜひお願いします。とても励みになります。カリフォルニアブッククラブは絵本の読み聞かせで世の中をハッピーにしたいという思いで運営しています。親御さんや保育士さん、英語の先生に向けた英語の歌のチュートリアル動画やおすすめの英語の絵本の紹介、インスタグラムや YouTube を通じて無料で利用できるコンテンツをたくさん用意しています。私のこの活動に賛同して応援してくださる方はぜひ下のチャンネル登録ボタンを押してください。あなたのチャンネル登録が私たちの活動の継続の力になります。さて、この動画これで終わりにしますが、最後に本の読み聞かせは脳と心と体に効きます。赤ちゃんの1日5分の読み聞かせがその子の人生をハッピーなものに変えてくれます。子供も大人もたくさん本を読みましょう。Thanks for watching. Happy story time. Bye.